はるはろー、はるです。どうもしずくです。前に IP アダプターを試した時にイメージトゥイメージとの違いについても少しだけ触れたよね。イメージトゥイメージは元画像をベースに変えていく感じで、 IP アダプターは参照画像の特徴を取り込む感じだったよね。そうそう。でも説明だけだとちょっと分かりにくいなって思って、じゃあ同じ画像を使ってイメージトゥイメージと IP アダプターで生成したら実際にどんな違いが出るんだろう。それなら結果を並べた方が分かりやすそう。ということで今回は前回も使った雫の画像を使ってイメージトゥイメージと IP アダプターを実際に比べてみるよ。それぞれどんな変化になるのか一緒に見ていこう。今回は前回も使った雫の全身画像を使って比較していくよ。この白背景の立ち絵だね。そう、生成するテーマは夜の街に立つキャラクターにしてみたよ。イメージトゥイメージと IP アダプターでできるだけ条件を揃えたいので、モデルやプロンプト、シード、画像サイズなんかは同じにしています。同じ画像を使ってイメージトゥイメージと IP アダプターで生成した結果を比べるってことだね。そういうこと。イメージトゥイメージではこの雫の画像を元画像として使ってそこから変化させていくよ。一方 IP アダプターでは同じ画像を参照画像として使って特徴や雰囲気を取り込みながら生成していきます。同じ画像でも生成方法が違うと結果がどう変わるのか気になるね。今回はそこを実際の生成結果で見比べてみよう。まずはイメージトゥイメージから試してみよう。今回はこの雫の全身画像を元画像にして夜の街に立つキャラクターへ変えていくよ。元画像は白背景だから夜の街までちゃんと変わるのか気になるね。まずはデノイズを 0.4 にして生成してみたんだけど、背景ほとんど白いままだね。そうなんだよね。 0.5、0.6 と上げてもまだ元画像の影響がかなり強く残ってたよ。0.7 まで上げるとようやく少し背景が出てきて 0.8 でしっかり街の背景が出るようになったよ。おお、かなり雰囲気が変わったね。ただその分キャラクターの見た目も元の雫から少し離れてきたね。さらに 0.9 まで上げると髪色もかなり変わってだいぶ別のキャラクターっぽい印象になったよ。背景を大きく変えようとするとキャラクター側も一緒に変わりやすいんだね。今回試した感じではそんな印象だったよ。ということで今回は背景がしっかり変わりつつまだ雫の雰囲気も少し残っていたデノイズ 0.8 をイメージトゥイメージ側の比較画像にするよ。じゃあ今度は同じ画像を IP アダプターで使ってみよう。ワークフローは前回使ったものをそのまま使って今回はプロンプトを夜の街に立つキャラクターに変更してみたよ。イメージトゥイメージと同じテーマに揃えてるんだね。そうそう。その上でウェイトを 0.4、0.5、0.6 で試してみたよ。前回もウェイトで結構印象が変わってたよね。まず 0.4 なんだけど夜の街の雰囲気がしっかり出つつ白っぽい髪や白黒ベースの服装も少し残ったよ。私そのものというより特徴を拾ってる感じだね。0.5、0.6 と上げると参照画像の影響は少しずつ強くなったんだけどその分夜の街っていうプロンプト側の印象は弱くなっていったよ。ウェイトを上げれば上げるほどいいってわけじゃないんだね。今回もそんな感じだったね。0.6 は雫っぽい色や服装の影響が強めに出たけど背景はかなり明るくなったよ。なので今回は参照画像の特徴とプロンプトのバランスが一番良かったウェイト 0.4 を IP アダプター側の比較画像にするよ。じゃあイメージトゥイメージのデノイズ 0.8 と IP アダプターのウェイト 0.4 を比べるんだね。そう、元画像も一緒に並べて見てみよう。こうして3枚並べると結構違いが分かりやすいね。まずイメージトゥイメージは元画像の立ち姿や全体の構図をかなり残してる感じがするよね。
背景を変えるためにデノイズを 0.8 まで上げたけど、それでも元画像がベースになってる感じはあるね。ただその分髪型や服装も少し変わって、今回試してみると同じ雫のまま背景だけ変えるのはなかなか難しかったね。背景を大きく変えようとすると私自身も一緒に変わっちゃう感じなんだね。そうなんだよね。しかも今回は街の背景には変わったけど、夜の街まではうまく反映されなかったんだよね。確かに街にはなってるけどかなり明るいね。一方の IP アダプターは元画像の構図をそのまま残すというより、白っぽい髪や白黒の服装みたいな特徴を取り込みながら新しい画像を作ってる感じだったよ。私そのものを再現してるというより、それっぽい雰囲気を受け継いでる感じだね。そうそう。それに今回は夜の街っていうプロンプトもイメージトゥイメージよりしっかり反映されてたね。今回の結果を見ると、イメージトゥイメージは元画像をベースに変えていく、 IP アダプターは参照画像の特徴や雰囲気を取り込むっていう違いがかなり分かりやすく出た気がするよ。どっちがいい悪いじゃなくて、やりたいことによって使い分けるのが大事そうだね。そうだね。元画像の構図や形を活かしながら変えたいならイメージトゥイメージ、参照画像の雰囲気や特徴を取り入れつつ、新しい画像を作りたいなら IP アダプターって考えると分かりやすそう。ただ私の見た目を完全に固定したまま背景や構図だけ変えるのは簡単じゃなさそうだったね。そこは今回私も気になったところなんだよね。同じキャラクターをなるべく安定して出しながら背景やポーズを変えるにはどうしたらいいのか、また別の方法も試してみたいな。また次の検証につながりそうだね。ということで今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ここまで見て今回の比較が参考になったら高評価を押してもらえると嬉しいです。これからもコンフィ UI をいろいろ試していくので、気になった方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会おうね。バイバーイ。またね。